マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第10回。最近の会社はタバコを吸う場所がないっていう主は愚痴ってるわね。そもそも若い子はタバコなんて吸わないのだ。ただでさえ年収低い業界なのに毎日ワンコイン以上も使いたくないのは当たり前といえば当たり前なのだ。最近は喫茶店に立ち寄ってタバコを吸おうと思ったら電子タバコしかダメって座ってから気づいて、そこから急いでコーヒーを一気飲みして別の喫茶店に行くこともあるらしいわ。ウ主は末期なのだ。喫茶店代に月に1万円くらい普通に使ってるとか畑岡なのだ。ゲーム業界は基本忙しいからウ主は60歳くらいまで生きられたらいいやっていつも言ってるわ。そういうこと言ってるやつほどイケシャーシャーと長生きしそうなのだ。今回は前回作ったトゥーンシェーダーにテクスチャーを読み込める用機能を追加しましょう。あとチェックボックスでテクスチャーを使うか選べるような仕組みにしたいのだ。まずは例のごとく GUI を作っていきましょう。作るのはテクスチャーとカラーピッカーを切り替えるチェックボックスとテクスチャーを読み込む GUI をベースカラーとシャドウカラーそれぞれに作ってあげましょう。チェックボックスみたいにオンオフを返すやつをブールが立っているのだ。その部分以外は今までの GUI よりもむしろシンプルなのだ。ブール値はトゥルーかフォールスなので初期値はフォールスにしておくのだ。次はテクスチャー読み込み部分だけど、これは少し特殊かしら。型はテクスチャー 2D って言うんだけど見たまんまなので覚えてね。 UI ビジェットだけどカラーピッカーの時はカラーピッカーだったけど今回はファイルピッカーになるわ。他にもリソースタイプというのを指定する必要があって今回は 2D だけど他には 1D、3D、キューブなどがあるのだ。でも 2D 以外使うことはほとんどないのでここは暗記でいいのだ。こんな感じでベースカラーとシャドウカラーでそれぞれ GUI を定義してからいつものように UI オーダーで順番の数字を調整してあげるのを忘れないでね。次はテクスチャー読み込み時のサンプラーステートを定義してあげましょう。これは GUI みたいに見えるけどどっちかっていうと構造体に近いのだ。正確にはオブジェクトっていうのかなのだ。フィルターっていうのはテクスチャーのサンプリング方法だけどマヤだとテクスチャーノードの2次ミップマップとかガウスとかいう設定があるけどあれと同じよ。 3D 空間に表示する時のアンチエイリアス具合みたいなものでそこまで影響は大きくないから今はあまり気にしなくていいわ。アドレス U とアドレス V はマヤのプレイス 2D テクスチャーの ULAP や VLAP と同じ機能なのだ。ミラーやクランプもあるけどこれはテクスチャーの UV 空間でのリピート方法の指定で基本はマヤの規定と同じように WLAP にしておけばいいのだ。それじゃ準備ができたのでピクセルシェーダーを編集していきましょうか。まず大事なことは前回はライトと頂点本線から出した内積を色位置とぼかし具合の値で調整したことで白黒のマスクを作ったんだけど、要はこの白い部分と黒い部分にそれぞれ何の色を入れるかを変更できるようにしたいっていうのが今回の目標なの。だから N イコールとなっている計算は前回のものをそのまま使えばいいことがわかるのだ。一概に言えないんだけど1次元のフロート値はフォトショップのマスクみたいな使い方をイメージすると分かりやすいことが多いかもしれないのだ。さてそれじゃあ今回は条件分岐を使いましょうか。シェーダーでは条件分岐は負荷が高いから避けるように言われるけど今回はモード切り替えとしての分岐でピクセル一つ一つを比較するような重い内容じゃないので容赦なく if 文を使っていきましょうね。もちろん2つの画像のピクセルを一つ一つしらみつぶしで比較するような for 文とか if 文は処理負荷的に NG だから避けるようにしてね。 if 条件式 A 中括弧 else 中括弧ってなってるけどもし else の方にも条件式を入れたい場合は if 条件式 A 中括弧 else if 条件式 B 中括弧でも構わないのだ。ちなみにイコールイコールは比較演算子というものでイコールのような代入ではないので気をつけるのだ。等しい場合はイコールイコール等しくない場合はエクスクラメーションイコール他にもアンドが勝つバーティカルバーがまたはっていう意味なのだ。 G シャドウカラーテクスチャーピリオドサンプルはテクスチャー情報が入っているテクスチャー 2D 型のオブジェクトのサンプルメソッドを呼び出している部分ね。メソッドというのはオブジェクトにあらかじめ定義されている関数のようなものでテクスチャー 2D 型には最初から必要なメソッドが用意されているわ。その中にサンプラーステートと UV 情報を入れてあげるだけでテクスチャーの情報を簡単に読み込むことができるのだ。あらかじめベースカラーとシャドウカラーをそれぞれ宣言しておいてそれぞれの条件に応じてカラーピッカーかテクスチャーカラーをそこに入れてあげている感じね。あとは前回作ったラップ関数が勝手に処理をしてくれるので他にいじるところはないのだ。今回はオパチューつまり不透明シェーダーとして作成しているのでテクスチャーのアルファチャンネルを読み込まないようにしているわね。カラー変数はフロート3だから RGB しか使
っていないのだ。もし半透明あるいはアルファカットをしたい場合はテクスチャを読み込むだけでなく、サンプラーステートにいたものでブレンドステートというものを定義してそれをパスの中で指定してあげたりする必要があったりするんだけど、それはまた別の機会にやるわね。ちなみに半透明だと影は落ちないけど、アルファカットだとちゃんと影が落ちるのだ。でもこの場合は実はシェーダー的には不透明なんだけど、フリップという関数で特殊な処理をしてあげないといけないのだ。ややこしいのでこれもまた別の機会なのだ。それじゃ今回はここまでね。次回の動画で会いましょう。まったね。